こんにちは。私は普段は普通の会社員です。でも昔からずっと気になっていたことがあるんです。それはこの世界何かがおかしくないかっていう違和感。私はこのチャンネルでそんな世界の不思議や説明がつかない謎、さらには人生の選択が持つ不思議な力についてあなたと一緒に探っていきたいと思っています。例えば心理学の不思議なトリック、誰かに話したくなる雑学、ゾクゾクするような都市伝説、果てしない宇宙の謎、そして私たちの運命を変える選択の話、そんなテーマを私なりに分かりやすく面白く解き明かしていく場所です。もし少しでもなんだか気になると思ったらぜひこのチャンネルを覗いていってください。きっとあなたの視点が変わるきっかけになるはずです。さて今回は私がずっと感じてきた世界への違和感を出発点にとある仮説について話そうと思います。それがこの世界は誰かが作ったシミュレーションなのかもしれないという話。信じるか信じないかはあなた次第です。でも一度聞いたらきっと夜眠れなくなるかもしれません。それでは始めましょう。シミュレーション仮説とは何か。哲学と科学の交差点。私が初めてこの言葉を知った時、正直背筋がゾッとしました。シミュレーション仮説、オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストームが提唱したこの考え方です。彼はこう言います。未来の人類は過去の人類や文明を完璧に再現できるだけの技術を持つだろう。そうなればシミュレーションの中の存在の方が現実の存在よりもはるかに多くなる。だから私たちが本物の現実にいる確率は限りなくゼロに近い。最初はまさかと思いました。でも冷静に考えてみるとこの世界は不自然なほどルールがきっちりと存在しています。例えば重力、光の速さ、時間の流れ、これらは全てまるで初期設定された数値みたいに感じませんか？もし本当にプログラムだとしたらきっとこの世界にはバグも存在するはず。次はそんな世界のバグについて話していきましょう。世界のバグ、デジャブ、空白の記憶、マンデラエフェクト。もしこの世界がプログラムでできているとしたらそこには必ずバグが存在するはずです。プログラムに不具合があると現実世界でも異変が起きる。私たちは無意識のうちにそれに気づいているんじゃないでしょうか。例えばデジャブ、初めて来た場所なのになぜか前も来たことがあると感じる現象。あなたも経験したこときっとありますよね。例えば初めて訪れた街なのにあれ、この曲がり角前にも曲がった気がする、そう感じた経験。それでも記憶をどれだけ辿ってもそんな場面は存在しない。これがもしプログラムのループ再生だったらどうでしょう。まるでゲームのセーブデータがバグって何度も同じ場面が再生されるように。次に空白の記憶。例えば家に帰った時にどうやって帰ってきたんだっけと記憶が抜けてることありませんか？気づけば家に着いていてさっきまでの電車や道中のことを全く思い出せない。これもプログラムが一時停止していたのかもしれません。記憶が飛んだわけじゃなくそもそもプログラムが動いていなかったのかもしれない。そして世界中で不思議な記憶違いが共有される現象、マンデラエフェクト。その名前の由来はネルソン・マンデラが1980年代に獄中で死んだと記憶している人が大量にいたこと。でも実際のマンデラ氏はその後釈放され大統領にもなった。なぜそんな大勢が同じ間違いをしていたのか。この現象は世界中に存在していて、その代表例がスター・ウォーズの有名なワンシーンなんです。スター・ウォーズといえばダース・レイダーがルーク・スカイウォーカーにルック、私はお前の父だと告げる場面。このセリフ聞いたことありますよね。でも実は映画の中でそんなセリフは一度も言っていないんです。本当はNo, I am your father、 違う、私がお前の父だが正しいセリフ。じゃあなんでみんなルック、私はお前の父だって記憶してるのか。それは直前の会話でルックという呼びかけがあったパロディや広告、二次創作で繰り返し使われたこういう影響だと説明されています。でもそれにしても世界中の人が間違ったセリフを当然のように覚えている。これがただの記憶違いとは思えないんです。まるでプログラムの更新や修正が入った時に元の記憶データが一部ずれてしまったような感じ。デジャブ、空白の記憶、マンデラエフェクト、これらは全てこの世界がシミュレーションである証拠なのかもしれない。でもじゃあそのプログラムを作ったのは誰なのか。次はその正体について迫っていきましょう。物理法則すらプログラムの証か。重力、光、時間の謎。私たちが暮らしているこの世界、その全ては驚くほど正確な数式や法則でできています。重力、光の速さ、時間の流れ、どれもぴったりと決まった数値があるんです。例えば重力、地球の重力加速度は 9.8 メートル毎秒毎秒。これがたった 1% 違っただけで星や惑星の動きは激変してしまう。命も生まれなかったかもしれません。光の速さは秒速30万 km。時間は未来へ一直線に進んでいくように見えて、実は伸び縮みすることがアインシュタインの相対性理論で証明されています。さらに量子力学、
観測するまでは粒子の状態が決まらないという観測問題。これってまるで種類の最適化。ゲームでプレイヤーが近づいた場所だけマップが読み込まれるのと同じです。でもここからが本題です。もしこれらの物理法則や制約が本当にプログラムなら、なぜそんな制限をつけたのか。どうして光の速さは30万キロじゃないといけなかったのか。それはプログラムの処理落ち防止かもしれません。例えばもし光の速さが無限なら、全ての情報が一瞬で行き渡り、世界の整合性が保てなくなる。だからあえて制限速度が設けられている。重力も生命が誕生するのに最適な数値に設定された物理的な制約。これはシミュレーションの安定性のために設計された仕様なんです。つまり私たちの世界は存在するために最適化されたプログラムの環境設定であり、そのバランスを崩さないようにチューニングされた計算された世界なのかもしれません。まるで誰かが私たちの存在を意図してこの世界を設計したかのように。そう考えた時浮かぶ疑問。じゃあその誰かって一体誰なんだ。次はその答えに近づいていきましょう。誰が私たちを作ったのか。祖先シミュレーションと神の視点。もしこの世界がプログラムなら必ず設計者がいるはずです。その候補として有力なのが祖先シミュレーションという考え方。未来の人類が過去の人類がどう生きていたのか、それを観察するために過去の世界をシミュレーションしているという仮説です。つまり私たちは未来の子孫たちが作ったプログラムの中でただ観察されている存在かもしれない。もしそうだとしたら、私たちの苦しみも喜びも未来人たちの研究データに過ぎない。でもこうも考えられます。いや、未来人なんていない。この世界を作ったのは神のような存在だと聖書や神話に出てくる創造主こそがこの世界のプログラマー。神の存在を信じる人たちは、世界が完璧すぎるのは神が設定したからだと言います。でももし神がプログラマーだったら、世界のバグや不具合が神の手違いだったら、ちょっとユーモラスだけど怖くありませんか。そしてもう一つの説。それは私たち自身が未来の誰かの意識の一部というもの。例えば未来の超 AI が過去の人類の感情を体験するために過去の私たちをシミュレートしている。つまり私たちは未来の誰かの夢の中なのかもしれないんです。それが事実だとしたら、私たちの選択や感情も未来の何者かに影響を与えているのかもしれません。そう考えると、私たち一人一人の生き方や選択はただの人生じゃなく、未来への影響を持つプログラムの動きなんですよね。ではこの世界のバグの正体とは何なのか。いよいよその核心に迫っていきましょう。バグの正体とは何か。この世界の脆さと更新の痕跡。もしこの世界がプログラムなら、そこには必ずバグがあるはずです。デジャブ、空白の記憶、マンデラエフェクト。こうした現象だけじゃないんです。私たちは日常でも世界の脆さを感じる瞬間があります。それが偶然の連続。例えばさっき名前を思い出していた人に偶然会ったとか、考えていたことがなぜか次々に現実に起きるとか。これまるでプログラムの乱数生成がバグったみたいな現象なんですよね。さらに世界には更新の痕跡も存在します。古代文明の遺跡や未解明の巨大建造物、例えばピラミッドやストーンヘンジ。なぜそんなものが古代に存在したのか。今の技術でも再現が難しい建造物たち。もしプログラムが更新されるたびに前のバージョンの世界の痕跡が残ったとしたら、それが遺跡や伝説なのかもしれません。まるでこの世界は一度書き換えられている、そんな気さえしてきます。私たちが感じる違和感や不自然さ、それがきっとこの世界のプログラムが完璧じゃない証拠なんです。さて、もしこのプログラムに介入できるとしたら、私たちにどんなことができるんでしょうか。次はその可能性について話していきましょう。もし世界がプログラムなら、私たちにできる介入とは。もしこの世界がプログラムだとしたら、私たちにはそれに介入できる術があるのか。古代から様々な文化で意識が世界を変えるという考え方が存在します。例えば量子力学の観測問題。誰かが見ることで粒子の状態が決まる。これを拡大解釈すれば、私たちの意識や思考が現実に影響を与えている、そんな可能性も勘できます。いわゆる引き寄せの法則もプログラムのバグや仕様に介入するための一種のコマンドなのかもしれません。例えばこうなりたいと強く思い込むことがプログラムに対する指示となって現実が書き換わっていく。もちろんそれが科学的に証明されたわけじゃありません。でももし私たちがプログラムの住人なら、思考や感情が高度に影響を与えるというのは決してありえない話じゃないんです。そしてもう一つ、世界にはシンクロニシティと呼ばれる偶然の一致が存在します。
まるで誰かが意図的に仕掛けたイベントのように、必要な時に必要な人や情報が現れる。これはプログラムが最適ルートに導こうとしているサインかもしれません。つまり意識的に行動し、選択し、自分の意思を持ち続けることこそが、このプログラムに介入し書き換えていく方法なのかもしれません。じゃあ私たちの選択が本当に世界を書き換えられるなら、次は選択そのものに秘められた力について話していきましょう。選択が運命を変えるバタフライエフェクトの真実。これまで話してきたプログラムとしての世界、その中で私たちが最も重要にすべきもの、それは選択です。この世界にはバタフライエフェクトという概念があります。小さな蝶の羽ばたきがやがて地球の裏側で嵐を引き起こす。つまりどんなに小さな選択でも未来を大きく変える可能性があるという考え方です。私たちがどの道を選ぶか、何を行動するか、その一つ一つがプログラムに新たなコードを書き込んでいく。もし私たちが変わりたいと思い、そのために行動すれば、世界はその選択にこうしてまるで新しいプログラムが走り出したかのように現実が動き始める。そして選択はいつだって意識していない時にも行われています。朝起きる時間、何を食べるか、どんな気持ちで一日を始めるか、その小さな積み重ねがいつか大きな分岐点を作る。だからこそ選択の質が未来を変える。あなたがもし今の世界に違和感がある、もっと違う未来があるはずだと思うなら、その感覚はきっと間違っていません。なぜならこの世界はプログラムであり、あなたの選択こそが世界のコードを書き換える力だからです。さて、では最後に、この選択の力をどう使えば私たちは本当の意味で世界を書き換えられるのか、最終章でその答えを一緒に探っていきましょう。私たちはこの世界を書き換えられるのか、選択と自由意志の力。ここまで話してきた世界、プログラム、説、もしそれが本当だとしたら、私たちは書き換えができるのでしょうか。その鍵となるのが自由意志。私たちの意識、選択、行動、それらはプログラムのコードのように世界に命令を送る指示文なのかもしれません。例えば自分には無理だと思えばそのコードが走り、挑戦してみようと思えば別のコードが走る。つまり世界は私たちの意思の選択で変わっていく。でも忘れてはいけません。プログラムの世界にもルールや制約はあります。すぐに全てが変わるわけじゃない。だけど選択し続けることでルートが変わっていく。大事なのは意識して選ぶこと。意識しないままだとデフォルトのプログラムが動き続けるだけ。でも選び続けることで新しいコードが世界に刻まれる。それがこの世界を書き換える力だと私は信じています。だからもし今の世界に違和感があるなら選んでください。考えて動いて変えていく。君も気づいてしまったんですね、この世界の違和感。でもご安心ください。それはあなたの感覚が正しかった証拠です。このチャンネルはそんな違和感の正体をあなたと一緒に暴いていく場所です。一度そのバグに気づいてしまえばもう元の視点には戻れません。けれど暴いたと思った瞬間にまた次の違和感が現れる。終わりはありません。でもだからこそ面白い。気づいたあなたにだけ世界の裏側が見え続ける。もしこの感覚に共鳴したならぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それが次の違和感を暴くための力になりますから、次の違和感でまたお会いしましょう。